こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今日は最近当店で取り扱い始めた新商品の中から紙が変わっているノートメモパッドを3点紹介します。まずはこちらのメモパッド、黒い部分は私がサンプル用にくっつけただけなのでお気になさらず。こちらはわらばんしでできたメモパッドなんです。わらばんしって皆さんご存知でしょうか？私は小学校の時の配布物がたまにわらばんしでした。懐かしい。紙はね、ザラザラとした手触りと薄くて軽いのが特徴だと思います。こちらのメモパッドは100枚入りの大ボリュームです。100枚っていうね、枚数の割にはとっても軽いですよ。メモパッドなので1枚ずつ切り離すことができるようになっています。シンプルな方眼なので仕事や家事とかプライベートでも使えると思います。で、同じく高雲間活版症っていうところから木を伐採した時に出る間伐材を使用したエコ間伐紙のメモパッドもあります。わらばんしと比べるとね、明るく黄身がかかっています。ちなみにこの2つの紙の特徴は全然異なります。エコ間伐紙はわらばんしよりもね、コシがあってメモパッドの枚数もわらばんしの半分の50枚入りになります。表面はツルツルとした触り心地でわらばんしよりも厚みを感じます。ちなみに方眼は活版印刷で刷られていてレトロな風合いを楽しめますよ。ではいろいろな筆記具で書き心地を試していきます。まずはシャーペン。写真は B の 0.5mm のやつ使っています。わらばんしは引っかかりが強く、すごい芯が削れてるなーっていう感じがします。書いてるって感じがねしてすごく楽しいです。エコ間伐紙はつるっとした表面だけど滑ることなく書き込めます。どちらの紙も真っ白ではないもののしっかりとね文字が読めますね。次は 0.7mm の油性ボールペン、最近お気に入りのパンダちゃんで試していきます。こちらもにじむことなく書き込めます。ただしっかりとねボールペンを立てて力を入れて書く必要があります。自然と筆圧がね高くなるのでパッドのまま使うと次の紙に響きそうですね。ザラッとしたね書き心地なんですが、ささっとメモる程度の書く量であれば全然疲れとかは大丈夫そうです。でエコ間伐紙の方はもうほんとスラスラーっと書けます。滑る感じもなくすごく書きやすいです。癖がないのでね万人受けしそうな質感だなと思いました。次はゲルインクを試していきます。インク量が多いのでにじみが心配でしたが特に問題なし。ただねエナージェルインフリーで試した時は少しね紙の繊維に沿ってにじんだので注意してください。エコ間伐紙はねインク弾くかなと心配したんですがこちらも問題はありませんでした。今のところねどちらもどの筆記具でも問題なさそう。エナージェルの件もあってわらばんしの弱点は水分量かなという感じがするので水性マーカーも試してみます。染みてるなーっていうね感覚はあるんですけど大きなねにじみはないです。エコ間伐紙は染みてる感じもなくね普通です。わらばんしはね少し紙が水分でよれちゃってるので重ね塗りしたら紙がね破れたりしそうだなという感じ。最初と最後の部分は裏に抜けちゃってました。メモパッドはね裏に書くことないから問題ないかなとは思います。エコ間伐紙の方は紙もよれてないし裏も抜けておらず思わず拍手。では今回のメインの万年筆を試してみます。ちょっとねレビューが長くなってきたので早送りで結果までお送りしようかなと思います。使っているのは EF っていう万年筆の中でもね極細で固めのペン先です。わらばんしの方は線が少し太くなってしっかり裏抜けがありました。でエコ間伐紙の方は細いまま書き込めて裏抜けもありませんでした。万年筆のね一般的な中字と言われるようなペン先も試してみます。ここまで来るとね違いがはっきりしました。にじみと裏抜けがわらばんしの方は目立つかなという感じ。エコ間伐紙はにじみも裏抜けも相変わらずなしでした。ちなみにねメーカーさんに聞いたところエコ間伐紙を使うことを決めて商品を作ったら意外と万年筆でも書き込めるメモパッドができたとおっしゃってました。筆記具を選ばず書きやすいっていう点ではエコ間伐紙が圧勝ですがせっかくのね手書きなら書き心地楽しみたいという人にはわらばんしすごくおすすめです。次は180度フラットに開く中村印刷所の水平開きノートとクレイドのコラボレーション。
私がこのノートが気になったのはシンプルなデザインがきっかけなんですが、よくよくね商品を知ると、こんなアイテム見たことないと興奮しました。ということでね、順を追って特徴を紹介していこうと思います。まずはどのページを開いてもね、完全にフラットになるところ。今まで見たノートの中で一番多分フラットで、本当に真ん中のページの真ん中の喉の部分にね膨らみがありません。楽しくてねパラパラめくっちゃいますね。ちなみにノートは 2mm 方眼でマス目が気にならず無地のように書けますし、線やイラスト、レイアウトに凝りたいときはガイドになるのですごく使いやすいです。で、どうしてこんなにフラットなのかというと、製本方法に秘密があります。その秘密が生かされているねもう一つの特徴を先に紹介しますね。こちらのノートはなんとページを取り外すことができ、その取り外したページは A4 サイズの紙1枚になっています。つまり A4 サイズを2つ折りにして順番に閉じてるだけっていう感じなので、見開きにした時にね完全にフラットになっていたのはこれが理由だったんですね。またね、ページが A4 サイズで取り外せるので、スキャンやコピーをする時にもすごく便利だし、持ち運んだりする時はねこの英語サイズのノートとしてコンパクトに、でその後に保管する時とかは見やすく A4 サイズのファイルに入れるなんてこともできます。せっかくなのでね、ちょっと塩事例を作ってみようかなと思って書き込んでみました。今月実店舗の方が2周年でちょっとした冊子っていうのを作ってまして、それの下書きをしていきます。で、1枚の紙をね折って冊子にしていくので、紙をまずは8等分に区切って1ページずつ内容を決めて書き込んでいきます。ページがね喉の部分まで手が浮くことなくしっかり書き込めるし、方眼のおかげでね定規いらずで線が引けます。紙は OK フルース紙というものが使われていて、筆記専用の紙なので書き心地もすごくいいです。動画で使っているのは 0.5mm の低粘土油性ボールペンなんですが、万年筆もね相性のいい高級紙だそうです。そんなこんなで下書きが終わりそうですね。で、取り外したら A4 用紙なのでスキャンして iPad に取り込んで作業ができて便利です。最後に紹介するのは、紙自体にファンが多い MD 用紙を使った MD ノートジャーナル英語1日1ページ2530円です。本文だけでなく表紙や見返しにも MD 用紙を使用してあります。1日1ページね365日書けるように368ページ入った分厚くてね重いノート。厚みがね2センチもあるので、持ち運ばずにねお家でゆっくり書き込むのがいいかなと思います。厚いノートでも最初から最後までフラットに開けるようにコデックス層という製本が採用されています。すごく分厚いのにねしっかりフラットに開きます。ページによっては少し膨らみがありますが、筆記の邪魔にならない程度で全然気になりません。ちなみにね、端っこに最初から写ってて見切れていたのは専用の透明カバーです。ペンホルダーがついていて、中のねノートも保護しつつ、なんかいろいろアレンジして遊べそうだなと思いました。シンプルかつレトロ好きにはねたまらない組み合わせなんじゃないかなと思います。私は同じく MD 用紙で作られたミニノートに日記をつけているんですけど、もう少しでねストック分も含め使い終わるので、それ以降はねこれを使おうかなと思っています。付属のシールでねインデックスも作れますよ。中の用紙は動画に写っているドット方眼の他に無形タイプもあります。アイデア帳とかであれば無地の方がいいのかなと思います。私はね日記として文字を書き込んだり紙物を貼りたいのでドット方眼派。あと変わった機能としては全ページの端にミシン目が入っていて、書いたページのねコーナーをカットしていくと新しいページをすぐ開くことができます。冒頭で MD 用紙のいないファンが多いと説明しましたが、その理由も紹介します。このノートは後日私の日記帳にしたいので、同じ紙が使われている付箋で紹介します。MD 用紙とは緑ダイアリー用紙の略のことで、文房具メーカーのデザインフィルが自社開発している紙です。手帳とか日記とか毎日書くようなねアイテムに合わせて裏抜けやにじみが少なく書き心地の良い紙で、書くをね楽しむっていうために開発改良されている紙なんです。いろいろね筆記具で書き込んでもどれもね使いやすくて、筆記具をそもそも選ばないんですけど、特にね万年筆との相性が良く、裏抜けもせずにじみもなく書くことを楽しめます。
クリーム色の紙なので書き込んだ後に読み返す時に目にもね優しいし、個人的なね感想なんですけど、白い紙にね書くより余白が目立たないからなのかわかんないんですけど、情報がまとまってるように見えて、なんか日記とかノートがいい感じに書けた感が出るんですよね。不思議なんですけど。で MD 用紙が使われたアイテムは結構いろいろとねあります。書き込み例に使ったこちらの付箋は無地の他にもフレームというね珍しいタイプとか、あと定番の方眼とか罫線も展開があります。であとは今回紹介していた英語サイズのノートなんですけど、半分の厚みのスリムタイプもあります。こちらは192ページあって、糸かかり製本で180度しっかり開くようになっています。他にもデザインフィルが手掛ける緑というね文房具ブランドからは、こちらはリングノートタイプで、A5 と A6 の2サイズ展開があります。表紙の切れ込みにねゴムを引っ掛けると自立するノートです。でリングだと他にメモ帳タイプもあります。こちらは中身の紙がクリーム色ではなくホワイト。さっとねメモって後から参照するときはホワイトの方が使いやすそうな気がしますね。当店の新商品は私がね使ってみてよかったから取り扱いをスタートしたっていうタイミングが新商品となります。なので今回紹介している商品も数年前からね発売されている商品もあります。やっとね持てた自分のお店なので、やっぱりね好きなものだけを選びたいっていうこともあり、なかなかメーカー発売に合わせてねいろいろなものを紹介できずにちょっと申し訳ないなとは思ってるんですけど、じっくり使ってみたり、こういう使い方便利そうとたどり着くまで時間がねかかるので、気長にお待ちいただけると嬉しいです。ちなみにメーカーのね発売直後とかに買って試しているのは X、旧 Twitter とかで随時紹介しているので、気になる方はぜひねフォローお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。今日紹介したノートは当店で取り扱っているものなので、ぜひ概要欄からオンラインショップをチェックしてください。またねー。